いつも動画をご覧いただきありがとうございます。アコースティックギタリストの熊谷智久です。今回は綾香の三日月のですね、イントロをソロギター風の楽譜にしてみましたので、それをちょっと解説しながらですね、いろいろ話してみたいと思います。まずですね、歌物のイントロをソロギター風の楽譜にですねして練習するというのはすごくソロギターの基礎練習になりまして、というのも4小節とか8小節とかですね、結構長さが短いので反復練習もしやすいですし、あとは聞きなじみがあるので取り組みやすいというところでですね、すごくソロギター練習に向いているんじゃないかなと思いますので、今回取り上げた曲もですね綺麗なメロディーを持ってますので、ぜひ練習してみてもらえればなと思います。はい、ということで早速ですね、演奏してみたいなと思います。という感じなんですけれども、すごく綺麗な4小節のイントロでですね、もともとはピアノで弾かれていたんじゃないかなと思うんですが、それをちょっとソロギターの音にですね置き換えて楽譜を作ってみました。で、この短い4小節の中でもですね、練習ポイントというのがありまして、今回のポイントとしてはその左手のフォームですね、ソロギター特有のクラシックフォームという構え方、親指をこう下に下げるですね、フォームなんですが、こういうフォームですね。このフォームについては以前メインチャンネルで、左手の構え方をですね、話している動画がありますので、そちらを概要欄でリンクに貼っておきますので、そちらもまた見ていただければと思います。で、この左手、親指下に下げてですね、この4小節中、ずっと親指を下に下げた形で、練習をしてみるとですね、すごくそのソロギターの基礎固めになるので、いいんじゃないかなと思います。ですので、まずゆっくりですね、弾きながら解説していきたいなと思います。まずですね、音符の横に書いてあるこういう数字ですね。こういう数字は、何を表しているかと言いますと、左手の指番号を表していまして、1が人差し指、2が中指、3が薬指、4が小指という指を表していまして、で、なので最初のこの2と書いてある音ですね、例の音は、この音は、このですね、最初の2弦の3フレットの音を2中指で押さえてくださいと、ここですね、いうところを表しています。というふうに、左手の指をですねできるだけ多くして書いていますので、その指通りに練習していくと、できるだけ音がきれいにつながるようにですね、なっていくということなので、左手の指定通りに練習していくというのはソロギターの基礎練習ですごく大事なところなので、この楽譜に関しては、この指定通りですね頑張って練習してもらえれば嬉しいです。で、まず最初の D のところなんですが、この最初の2拍ですね、ここのところは、こういう形になりますね。中指で3フレット、人差し指2フレット、小指で5フレットと、この形自体が結構こう指を開く形になるので、なかなか押さえるの難しいので、この形ももう完全にクラシックフォームでですね、親指を3フレットの裏ぐらいに持ってきて、真ん中よりだいぶ下の方ですね。で、次の2小節、次の2拍は、A ですが、そんな難しくないフォームですが、小指をメロディー弾きで多用するので、ここは小指の動かす練習にもなるかなと思います。で、次の 2小節目の最初の2拍、そうですね、ここは1拍半は C メジャー7のところで、薬指で3フレットを押さえた状態で人差し指でファのシャープメロディーをいくと、ここはベース音をこういうふうにですねすぐ離してしまわないように、しっかり次のコードに行くまで
ベース音をここですね残すというところですね。でこの5弦3フレットのこの音を、ここら辺までですね頑張って、伸ばせるといいんじゃないかなと思います。でそれと続けていくと次の小節の G 音 B のところも同じようにこの5弦2フレットのこの音は、ここら辺まで頑張って伸ばしたいかなと。そうですね、ここまでは頑張って伸ばしたいですね。で、それでは次のですね、3小節目4小節目に行きますが、次の3小節目のところは B フラットは唯一のバレーコードの形ですね。ですね、人差し指で1フレットを制覇して薬指と小指で2弦と3弦を3フレットを押さえると。で次は C に小指を足した形ですね。でその次の d マイナーと書いてあるところは5フレットにまた飛んでいくので、5フレット1弦の5フレットは小指、2弦の3フレットは人差し指、こんな感じですね。ずれていくという、ここもこのやってる時もずっと親指は下に下げてですね、頑張ってクラシックフォームですね、習得しましょう。で、その次の4小節目ですね、A7 サス4と書いてあるところはその前の D マイナーの形そのままでですね、ベース音だけを変えて、で、3フレット2フレット0フレットとこういくときは人差し指を、2フレットに3から2ですねずらしてここまでですね。この辺りはベース音が開放弦なのでベースを伸ばそうという意識は、持たなくても勝手に伸びてくれるのでこの辺は楽じゃないかなと思います。で最後は中指薬指で2フレットを押さえて、普通のアルペジオですね。で最後はベース音が012とこう半音で動くので2フレットに持っていってそのまま b マイナーの形にいってここからは普通の歌の伴奏のコード弾きに入っていくという流れになります。ですのでそのクラシックフォームとかですね、あと小指でこうメロディーを動かしたりとか、あとベース音をしっかり伸ばすとかですね、そういうところの意識をしっかりしながらですね、この4小節頑張って練習してもらえるといいかなと思います。はい、ということで、三日月ですね、イントロをソロギター風で、説明してみました。この4小節の中でも結構いろんなですねソロギターの、基礎的な奏法が入っているので、今までソロギターしたことない方でもですね、今コード弾き中心だった方も一度チャレンジしてもらえると、すごく練習になるんじゃないかなと思います。で、また今回は三日月紹介しましたけども、この曲のイントロをソロギター風に、動画で扱ってほしいとかですね、そういうのもありましたらコメント欄に書いていただければ、また可能であれば動画作ってみたいと思いますので、よければコメントしていただければと思います。ということで、今回はイントロをソロギターにということで、動画を撮ってみました。また次の動画でお会いできればと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。